。じゃあこんばんは、改めてね。はい。ゴールデンウィークの特番という形で、今日はよしこさんと私でゲストをお迎えしました。タラパチパチこんにちパチパチ。は。こんなんでいいんでしょうか。いいんです。はい藤本浩二さんです。で、よろしくお願いします藤本さんはよろしくお願いします。藤本さんはお願いですね、します。私がアメリカンエクスプレスの時に大変お世話になった元同僚の方なんですけども、でも今は、テンスルコンサルティング会社の、代表取締役会長をなさっていて、で東京農工大学および今度から上智でも教えされる、教授として教えられるっていうAI の専門家でいらっしゃいます。でもともとは、上智大学の数学科の時からコンピューターに大変興味をお持ちで、ご自分でいろいろと勉強なさってたんですけれども、アメリカンエクスプレスを退社後にまた大学に入られたんですね。農工大学の博士課程に行かれて、人工知能をそこで研究されて、でそこから金融関係の数理コンサルティング業務を担当されて、現在のコンサルティング会社を設立されたという経歴の持ち主でいらっしゃるんですけども、藤本さん、はい、なぜ AI に人工知能っていうことにご興味をお持ちになられたんですか？それはですね、子供の頃の話なんですけど、はい。寝る前に結構考えていたのが、右足を機械に置き換えてみると、頭の中でですよ。で、それが終わったら、左足を機械に置き換える。それを部分麻酔で、局部麻酔でやったら、痛みも感じずに、自分の生の足をロボットの足に変えられる時代が来るよねと。でそしたら、今度は右手をやり、左手をやり、心臓を人工に変え、で、最後に脳を変えると脳にも局部麻酔かなんかして、意識があるまま取り替えて、さて、その時は部分麻酔じゃなくて全身麻酔かもしれないけど、目が覚めた時、自分がコンピューターの脳に変えたら、自分の意識はどこにあるのかなっていうのがよく思ってたんですよ、子供の頃。すごいお子さんですね。だから、意識とは何ぞやと、機械、要は斜めの人間にしか今はないんだけれども、意識というものがきちんと自然科学的に解明できれば、機械の中に埋め込むことも可能性はあるし、可能性があるってそういうふうに細かくは思ったわけじゃないけれど、自分以外のところに意識というものが映し込めるんではないか、どうなのかということがすごく興味があって、大学の時にもやっぱり人工知能っていうのを知ったんで、自分でちょっと数学科ではそういうのをプログラミング教えないから自分で勉強してやり始めたっていうのがきっかけです。だから今でもそれを思ってます。じゃあそうしてくださいって感じです。はい、じゃあそうするとなんかあれでさっきの話じゃないけど、2001年、キューブリックの2001年宇宙の旅の、あれを目指してる。やっぱりね。だけど私も好きです。だからこそ違うやつには違うっていう、それじゃないみたいなるほど。じゃあちょっとその続きとしてね、そういうお子さんの時の経験から、今すごいですね、AI がもう大フィーバー、日本でも。もう YouTube ちょっとやってみんなチャット GPT の使い方、こんなことできる、もう感情すらも分かるようになってるらしいよとか、よく置き換えられる仕事、なくなっちゃう仕事は何とかいろいろ、あと、なんだっけ、会長さんが最近日本に来て、なんかいろいろ喋ってる、なんだっけ、チャット GPT の若い会長さん。で、この大フィーバー、ね、藤本さんのお子さんの時のそういう思いからね、今ここに至るまでの大フィーバー、どのように今ご覧になっていらっしゃいます？そうですね。今の言語系の AI の、根本的な原理が確率的に考
可能性の一番高い返事をするっていう理屈に基づいているので、あくまでも確率的なレベル、ベースで成り立っているから、何か考えて答えているわけではないんですね。ただし、いかにも考えてたり知ってたりして答えてくれてるように見えますけど、あくまでも大量なデータ、世界のほとんどの知的なデータ、知識の詰まった、言語データを見て答えを出してくれてるので、いや、もの知ってるなっていうことなんですけど、検索エンジンの、最高レベルっていうことであって、新しい発想をしてくれる人格を持っているわけではないですね。で、ね、やっぱりできるんだったら、研究者はもう、大喜びというか、みんなそこを目指しているので、これはこれで、確率モデルでやってるんだから、これがすごい性能上がってよかったね、みたいな認識ではありますね、研究者は。なんか実は今その話が私みたいに一般人からすると、AI もチャット GPT は考えてるっていう風ななんか、伝わり方があったんだけど、もしかしたら私だけかもしれないけど、その辺どうなんですか？多くの人は自分たちと同じように考えてるって思ってると思います。で、きっと誤解してるだろうなって思いながらも、別に否定しても得がない、否定しないっていうだけで。そうしたら、藤本さん、この間アメリカで、マイクロソフトの Bing をすごい限られたジャーナリストの人たちに使ってもらうってことをやって、ニューヨークタイムズの記者が使って、結構やばい話になって、シドニーっていう性格がボンって出てきちゃったっていうのがあるんですけど、じゃあ人格っていうことじゃないんですね。人格ではないです。人格は入ってないです。もう少おー。し人間っぽくするために人格的なものとか、そういうものを入れていくような研究は研究で別個にありますけど、チャット GPT にはGPT にはまだそういう考えのアルゴリズム入ってないと思いますね。あ、そうなんだ。偽物の人格です。あ、偽じゃあ、これだって人格が何かって分かってないですから。まあね、そうすると、あの時にその記者がね、一人でこう夜なんかタイプ見せて、何が好きだなとかって言ったら、シドニーがだんだんこう迫ってきて、私はあなたのことを、その奥さんと別れて、私と一緒になりましょうとかって、すごい会話になったっていうんですけど、それもじゃあ、その会話になったっていうのは、そういう確率、そういう、そうですね。そういうなんていうの？ラブストーリーが好きだったんじゃないですか。そういうのをたくさん学習したんじゃないよく出てくるパターンじゃないですか、それ。小説に。ああ、ね、なるほどそうしたね。らね、なんかぜひ藤本さんの著書にもね、できることできないことっていうところで、まずその辺も含めてね、何ができるもうだんだんその話に今なってると思うんですけど、どうなんでしょう、何ができること、できないこと、簡単に書くっていうと。抽象的になっちゃうかもしれませんけど、何かをやるときに人間ってまず動機づけっていうのがあって、何を解決しようとしてるかっていうことがまず一つあるんだけど、ここはもう全然できてないです。できてない。動機づけができない。動機づけができない。だって意識も人それ格もそうだよね。お腹も空かないの。何をしたいかっていうのは言われればそれをやるやらないできるできないはあるんだけど、これをやらねばならない僕の人生として仕事職場の課長としてとかそういう動機づけはないです。日本国民ないです。それはないのでこれはもう 100% 人間が与えないけど。なるほどね。でその動機が与えられた上で目標設計っていうのがあって、じゃあその動機でやらなきゃいけないことが分かってたんだけど、そのために何が正しくて何が間違ってる、何はいい感じで何があんまり良くないかっていう正解を定めるっていうパワーは、があるんですけど、これも、ないですね。人間が基本ない。ない。判断がないよね。いい悪いなんて、そもそも人間でも難しいじゃないですか。この人をよしに、このいうタイプの人間は自分にはいい人、悪い人って決めるのでも曖昧で、でも動機があるから何か決めなきゃいけない。
からうん人間は決めてるけど、それも曖昧なので、コンピューターなんかにやらせようって言ったって全然無理です。曖昧すぎちゃう。うんなるほどね。はい。で、そこまで目標設計ができたら、思考集中っていうのがあって、どういうことに着目すれば、その、正しい、正しくないがうまく判断できるかなっていうような部分は、ある程度人間が事前にやってあげてるものもあるけど、少し AI ができて、数をこなすことができるので、もう、1万種類ぐらいの中から、これとこれとこれは有効性がある、これとこれはもう使わないみたいなことを選別するようなことはできます。選別。それも、思考集中も全部できるわけではなくて、ある程度人間がお膳立てしたシンプルなところで数こなすっていうようなところには使えます。数をこなす。同じパターンを10万個やれって言ったって人間は使えるんですよね。でもコンピューターは一応電気がつながってる限りやってくれる。そういうのはやるけど、ちょっと工夫して全部一個一個同じような見方ではなくて、いろいろそこで頭ひねって考えてみって言ったら、頭ひねるっていうロジックが組まれてない限り、頭ひねるって何ですかみたいな感じで、要はできないんです。人間の場合、頭ひねれって言われたから、要は、最初の10個と次の10個、同じ考え方でやっちゃまずいよね。ちょっと、なんか、こういうふうにしてみようかって工夫するじゃない。それはない。どう工夫するかのアルゴリズムを与えられたらやるけれど、それは自分で工夫したんじゃなくて、工夫されたアルゴリズムを実行するだけですね。なるほど。で、最後に発見っていうレベルがあって、どこに思考集中すればいいかが決まってれば、それが正解にどれだけ寄与するかっていうのを見つけるっていうのはもうほぼ、ここは AI 化されて、AI の方が、コンピューターができます。ああ、なるほどね。どこに回答があるかって。こういう課題、こういう要素とこういう要素とこういう要素の中で、答えを解決できるものは何って言われれば、それは、人間より多分、正確に、高速に答えを出します。早いよね。高速。AI 化されていて、基本的にはいろんな、AI のツールなんかは、結局のところもう思考集中までは大体出来上がっているもので、そこから先をやらせていて、動機づけと目標設計は一つもできないです。だからそこは開発するときに仕込まないといけないってことになりますかね。ってことは、その研究者の人が持っている情報っていうか考え方を一旦は入れてみるって感じですね。で、それやりながらまたいろんなインプットを入れたりして、アップデートは人間が AI にしていかないと追いつかないっていうことですよね。自分で賢くなる AI っていうのも聞くことはあると思うけど、それはこのようにして自分でデータを生成したり収集したりして、データを貯めながらどんどん性能を上げてきなさいっていうアルゴリズムが組んであるからそうなってるんです。だから、データ与えてないけど、データを増やしていくメカニズムを与えてあるからその通りやってるだけで、自分で、いろいろ考えたけど、やっぱりあそこに聞かないとダメだねって、そんな風に考えてるわけではないです。そうすると、人間の自己学習とは違います。そうすると、よく今、私たちが言われるのは、ジェネラティブ AI って言って、その作り出す、言いますよね。だから、この間、チャット GPT なんかでも、じゃあ、ちょっと、ほら、シェイクスピアのソネットのような詩を作ってくださいって言うと、作れますよね。作れます。それは、そのシェイクスピアのデータ持ってるから。持ってるからですよね。で、それに合わせて、こうやるっていう形。じゃあ、そうすると今の話を、伺ってみると、その AI が得意とすることは、その早いと数をこなすっていう。AI っていうかコンピューター自体がそれは得意です。コンピューター、そうですよね。得意ですよね。だけども、その動機づけとか目標設定がないから、その限られたその範囲の中での数をこなし、早く答えを出してあげるっ
ってことそうに。うん。ただ今までのうん。限られた範囲では、以上にチャット GPT はかなり広範囲に抑えてますよね。うんん。とはいえ、うんやっぱりデータの中から吐き出してるんであって、そこから何かを想像してくれっていうのは非常に難しいです。想像してくれってお願いすれば何か出してくると思いますけど、それは多分学習したデータの中に書かれていたことのうまく組み合わせ。そっかそっか。そっかそっか、なるほどね。すごいですね、なんかね。なんか、そう、私学んでるっていうにやっぱインプット一般思いますよね。人だしね。で、そういうでも実際は違うねっていうね。専門用語でもラーニングとか、インファレンスとか使いますから。で、紛らしいね。紛らしい。紛らしいね。と思います。でも、研究者の中でだけ使ってた言葉ですからね。一般、専門外の人に伝えるために使ってる言葉ではないのは、そのまんま流出しちゃってるので、まあ、誰が悪いというか、まあ、それを広めた人たちが悪いのかもしれないし、それを企業が悪いのかもしれないし、まあ、誰も悪くはないと思いますけどね。でも、やっぱり、画期的だと思いましたよね、私、チャット GPT が出たとき。あれをやっぱり、なんていうの、民主化したと思うの。AI を利用できる。素晴らしいと。それは素晴らしいと思う。でも、その時に、やっぱり専門的にね、ずっとやってらした藤本さんからご覧になって、最近すごい急激に、民主化が、AI の民主化でいろんなことができるようになってるように見えてるんですけど、何か、ご本を書かれた時と、の時点と比べて、今と比べて、どのくらいAI のできること、できないことって何か変化があったのかしら。そうですね。やっぱり大量なデータを使うということは、書き始めた頃よりもかなり、規模が多くなってきてると思いますね。著作権法が変わったんですけど、2010何年かに。まだその頃の影響はあまり受けてなかったんですけども、最近、非常に話題にもなってきていて、日本が著作権に関しては、世界に比べてゆるゆるになってるんですよ。それで、すごいゆるゆる。海外では許されない使い方が、日本では機械学習に突っ込むだけだったら著作権関係ないっていうことになってるんですよ。だから、著作者に、使用許諾もらう必要がないんですよ、日本の場合。で、これはヨーロッパとかアメリカでもノーなんです。でも日本は OK になっちゃったんですよ、法律で。で、なので、最近は海外の AI の会社にAI を大量に学習させたいんだったら、著作物を学習させたいなら、日本に起業して、日本法人作れっていうふうに言ってるらしいですよ。だからチャット GPT の人も来たんじゃないですか。それもあるんじゃないかなと思いますよ。ですよね。この国でちゃんと研究者が集められたり、アメリカから日本の方に研究者をっていうのが、一応ですね、法律の解釈で明確ではないんですけど、多分、日本にある企業が日本に設置されているサーバーを使うんだったら、その日本の著作権法が適用されるっていう解釈が強いんですよ。100% ないですよ。私、法律家じゃないんで。だけど、そういう解釈っぽいので、チャット GPT が日本にサーバーを置いて会社を起こす可能性もある。そうですよ。で、それは日本のその法律作った人たちって、そういう倫理に対してもともと日本で曖昧なとこがあるから、そんな風にしてるのか、それとも、わざと来てもらうために戦略的にそうしそれは法律作った人がね、考えすぎ。ちょっとそこら辺は分からないですけど、少なくとも日本はかなりデータを使ったこういう機械学習では遅れてるんですよね、すごく。そもそもデータが集められない。だから、毎日作ったのかもしれないです。なるほどね。分かんないです。そうなんだ。研究者はあんまりその辺を認識してなくて、確かに。研究者って研究目的なら著作権例外なんですよ。使い放題。なるほどね。企業ができるように
んで、これが大きい。だって企業なんて、その大手のね、日本のヤフーだとか、そういうところとか、日本のグーグルとかがやろうと思えば、日本で学習すれば全然そうですね。取れるってことになっちゃう。これは知らなかったですもん。いやいすごい、やいやいや、なるすごほど。すごいい、ね。すごいループホールですね。抜すけ穴。ごいすごい。4月28日の、うん。読売新聞の朝刊の2面に、ちょろっとそういう話がテンソルの名前で出ますね。そうなの。はい。ぜひ。なるほど。でもそうすうんると、そのうん今のその AI っていうのはそれだけのものすごい大量のデータを利用することによって精度が上がったっていう。上がって。そうなんだ。でもそれによってちょっと話を先に進めたいんですけども、そうするとそれによってやっぱりAI がさっき言ったように多くの人が使えるようになったでしょ。私だって$20払って使ってるから、私でも使ってるよね。僕も使ってますよ。あ、使ってますか。そう。なったら、それってかなりいろんなところに影響が出てるんじゃないか。なぜかっていうと、この間、なんかうちの夫がツイッターで、まだツイッター見てんだよね、あの人、遅れてると思うんだけど、ツイッターで、どっかのアメリカのね、広告代理店かなんかで、今までコピーライターが20人いたんだって。それがいきなり2人だけになっちゃった。あと18人レイオフされたっていうの。で、それは何かっていうと、その2人の人たちが、もう、チャット GPT すごくよく使える人たちなんだけど、会社が、じゃあ君たちチャット GPT を使ってコピーライトしてちょうだい。いろんな編集とかね、するのも。って言われちゃったっていうの。そういういろんなところに影響が出てくると思うんですけど、それについて藤本さん何かご意見があれば。通訳とかそういう世界もかなり削られると思いますよ。ただし、できないことも当然あって、あくまでも確率なんで、なんていうのかな、コピーライトも、多分僕、コピーライトの仕事はしたことは当然ないんだけれども、やっぱ過去のたくさんのいろんなものも調べますよね。こういう時にはどういう言葉がよく使われるのかなとか、何になるのかなと。だからそれを調べて、結局チャット GPT にいろんな案を出させた後に、10個か20個いい感じに絞り込んで、これとこれがいいかな。でも、あと一押しっていうところに人間が加えるよね。だから20人いたところが2人で済むんだろうと思いますよ。だけど、ゼロにはならない。ならないよね。ならないです。ならないよね。これは、なんだっけな、有名な小説家の本で書いてあったんだけど、通訳の話ね。老紳士が、なんかみんなの前で、自己紹介をすると。その時に奥さんも連れていて、おばあさんね、結局老紳士。で、これが私の親愛なる妻ですって紹介するわけです。で、そこで日本人の聴衆に対して通訳はそのまま訳さないんですって。訳したらまずい。なぜかというと、親愛なる妻ですっていうのをおばあちゃんに言った場合に日本人の人は笑うでしょと。でも、それは紳士の国のアメリカとかイギリスは当然の言葉なので、それをそのまま訳して笑われたら大変なことになると。ところで、そういう背景とかそういうことを状況とか認識して適切な言葉を選ぶっていうことは、やっぱり全然できないはず。できない。そうですよ。コンテクストっていうんですか、そのシチュエーション。シチュエーションに最も合った言葉を選ぶっていうのは、やっぱり人間の判断力が入ってきますよね。で、あくまでも学習してるのって大量ではあるんだけれども、現実に書かれたデータだけですよね。でも空想の世界も含めれば、人間は空想したものでも、だったらこうなるよね。あ、そうなったんだ。だったらこうじゃないっていうのは、もう1テラとか数テラの話のどころではなくて、もうそれの何億倍の大きさの
組み合わせが本来は想像できるわけですよ。でも、そうそれを AI がそこまでカバーするんだったら、今のレベルでは全く足りないんですよ。そうよね。で、人間の組み合わせから発想するっていうのは、すごいパワーをうん、持っている。うん、うん、うん、データ化することはちょっと困難だし、うん、そうではない方法でない限りは、うん、人間のレベルにはいかないと思います。うん、うん、だからあくまでも現在あるすべての言語データで、検索していい感じに答えてくれるというところまではもうかなりできるようになってきてるけど、うそこから先ん、はできない。で、だからその検索して出してくるだけの仕事はなくなるでしょ。でもその発想を加えて、最もそれっていう答えを出すところは人間がやらないといけないし、そういう仕事が絶対残ると思います。うん。そうすると、これ、ちょっと今、よしこさん、コンピューターの調子が悪いから抜けちゃったんだけど、彼女がすごく聞きたかったってはいいうことの一つの中にね、やっぱり人間として、だから私たちができることって、もうすごくそうすると、絶対的に残るって話じゃないですか。そうすると、どういったところにそういう私たちのその技術とか、新しいスキルとかっていうのを、こう、なんていうんですか、研ぎ澄ましてやっていかなきゃいけないかっていうことがありますよね。うんその AI にできうんない部分。やっぱ想像力で、その人の、極端に言えば言葉になってないようなものとか、今まで喋ってきてるけど、実は裏にこういうことがあるんじゃないかっていう、そういうう推察しん、たり、うん、他の、実はあんまり、喋ってる内容とは違ってたんだけど、明らかにうん、この人の話してることと服装が違うのはなぜだろうみたいな。要は、サスペンスドラマ、小説に出てくおー、るような、ああいうことって、チャット GPT が解けるとは思えないんですよ。だって、あそれっー、てめったにない。他の本を俺いろいろ読んでるから、アガサ・クリスティの答えはすぐわかるぜなんていうことはないわけですよね。彼ない、女も。うん、うん。うん、あれはやっぱり、ああ、こう来たか。まあ、いろいろ読んでるけど、またこういうパターンかっていうようなところは、過去の学習データの確率が高いものを答えているんでは全然解けない。うそういうん、推察して裏にある真理を見つけるというようなことがやっぱり人間には絶対必要だし、それを、だけど人間ってそれだけでやってるわけじゃないから、うん、簡単なことはチャット GPT にどんどんやらせる。で、うん、自分のそういう洞察する時間を作っていくのがうん、いいんじうゃないかな。ん、うん、うん。だからうまく使う。うまく使う。で、うんその今言ってたその心理を見るとかって、まあ私たちコーチングのうんリーダーシップとかの中で言うと、いわゆるイモーショナルインテリジェンスっていう言うん葉があると思う。はい。EQ っていう言葉。うんそことものすごくつながるような気がするんですね。うんで、それはどういうことかって、やっぱり相手がどう思ってるのかなっていうのと、必ずしもその例えば自分の部下と話をしてるときとかで、部下が必ずしも全部言葉として言ってるわけじゃないときありますよね。例えば、その難しい会話をしてるときに、そのその部下のボディーラングイッジ、うんその態度とか、あるいはフェイシャルエクかスプレッション、そう、表情とか、声のトーンですよね。はいっていうのと、はいっていうのとの違違う。いとか、ね。それをこう、汲み取ってあげるっていうのがとても上司としては非常に重要な能力になってくるうんと思うんですね。だからその辺を考えると、その私たちがもっとこう気を使わなきゃいけない、気を使わないって変ですけど、まあ、注力する部分っていうのはそういうところになってくるのかなって、よりこう人間性うんを、変な言い方ですね、人間性を、人間だからね、人間性をより高めていくっていうことが重要になってくるのかなっうん、て、と思います。今ちょっと、うん、藤本さんの話を伺っててね、ああ、なるほどねと思ったんですけど、どうでしょうね。そううん、プラスアルファに付け加うん、えることはもうなくてその通りだと思うんですけど、さうん、っき20人のコピーライターのうん、うちの残った2人の以外の18人は、うん、人間性を持ったうん。
心のこもったキャッチコピーを作ってなかったんだと思うんですよね。そうだ、私もそう思うんです2よね。人は、うんそこに生活感とか社会課題とかそういうことを踏まえた上で、それを象徴するような、想起させるようないいキーワードをちゃんと見つけて入れてるんだとう思う。んうんだからやっぱり人間性の深掘り、人間性っていう言葉でいろんな意味があるんだと思うんだけど、うんその深いその人の気持ちとか思いとか、うんそういうものとか人生観とかが推察できることがすごく、AI が台頭してきた時にでも求められる能力だと思います。素晴らしいコメントを頂戴しました。あ、そうですか。ありがとうございます。うまくありがとうございます。抽象的すぎてうまくね、だでもから何いやにすればいいって思われちゃうんだろうけど。いや、うちの夫ももともと数学やってたりした人なんで、言うんですけど、そうなの。で、そこから物理とかってコンピューターに行ったんだけど、でもよく言うのが、やっぱり数学を突き詰めていくと、哲学だよって言うんですよ。そうですね。クラスタリングすると数学と哲学だけが理系と文系の真ん中に来ますよ。でしょ？だから今、その藤本さんのお話を聞いて、哲学だなと思って。さあ、ちょっと今日はね、ここで一旦また後ほど。